韓国関連情報をお伝えするアイコリアユです。今回は韓国旅行で格安航空機を使う際に気をつける点をご紹介します。多くの方が韓国旅行を計画する際に格安航空機を利用していると思います。大手の航空会社のアナとかアシアナ、JAL などに比べて運賃が安いので、学生さんや若者、家族旅行など幅広い方がよく使われていると思うんですけれども、安いというだけで選ぶと結構思わぬトラブルに遭遇することがあるので、今回はその問題点と、実際に私も格安航空機をたくさん利用しているんですけれども、その格安航空会社ごとのメリットデメリットがあったので、今回そちらをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧になって韓国旅行を計画する際にご参考にしてみてください。韓国旅行でよく使われる格安航空機はだいたい5社あります。多く使われているのはジンエア、チェジュ航空、ピーチ、ヒーウェイ、エアプサン、エアソウルですね。まずはこのすべての航空会社に共通して言える格安航空機を利用する際の問題点と注意点をご紹介します。まず1つ目は荷物の制限を事前に確認することです。格安航空会社では無料で持ち込めるのは 10kg の手荷物だけということが多くて、預け荷物は重量制限が厳しい場合があります。またその追加料金が発生するので、実際に安いなと思って購入したチケットでも預け荷物がなくて手荷物だけということが多くあるので要注意です。個人的にもし預け荷物を追加するのであれば、帰りに預け荷物 15kg を追加して、行きは普通の 10kg の手荷物だけ、機内持ち込み可能な小さめのスーツケースを持っていくのがおすすめです。2つ目は予約時の隠れた料金に注意することです。格安航空機のホームページで購入すると一番安いと言われる方が多くいますが、格安航空券のホームページで購入する際に隠れたサービスのオプション料金がつくことが多くあります。例えば預け荷物の 15kg の追加や座席指定という風になっていて、最初に予約する時点で座席を指定しておくと料金が追加されたりすることが多くあります。格安航空だから安く予約できると思って予約してても、最終的に料金を確認するとほぼフルサービスの航空会社と同じぐらいの金額になっていることがあるので、予約する際に最後の金額をちゃんと確認しておきましょう。3つ目は早朝や深夜便の利用に関する危険性です。LCC で安く予約しようと思った時に深夜に到着するようなフライトもたまにあるのですが、日本から韓国に行く便が深夜の場合、韓国での交通機関が終了していることがあるので、夜遅くに到着した際には必ず最後の電車の時間などを確認した方がいいですね。夜のタクシーを利用する際などはかなり料金が弾むと思うので、なるべく時間内に交通機関を利用する方がいいと思います。韓国のインチョン空港からソウルの駅までは ALEX や一般列車などがあります。ちなみにインチョン空港の終電は10時40分なので、本当に意外と早く終電になっちゃうので気をつけてください。4つ目は LCC でよくある欠航や停園などについてです。私が今まで乗った中で欠航はなかったのですが、実際に停園は何度かありました。10回中2回ぐらいは停園になったことがあるので、かなり格安航空機では計画通りの時間に動かないことが多くあります。韓国に到着する時間が少しずれることによって ALEX直通列車などを予約している方は時間がずれてしまったり、予約を変更しなくてはいけなくなったりすることがあるので、そういう部分については要注意ですね。また先ほどの遅く到着するような夜の便の方は、格安航空券では時間がずれて終電に間に合わないということもあり得ると思います。5つ目は座席が狭いことです。 LCC は座席はコスト削減のために一般的に使われているものよりは狭く設計されています。
日本から韓国への飛行時間はだいたい2時間ぐらいなので、短時間のフライトなら問題ないんですけれども、ちょっと体格の大きい方や長時間の移動が苦手な方はちょっと窮屈に感じることもあると思います。座席の場所や航空会社によっては飛行機の広さがすごく違うかったので、場所によっては違ったのですが、かなり狭く感じるところでは本当に拳1個分ぐらいの隙間しかないなというようなところもありました。格安航空機を予約している方は、このような注意点をご参考にして気をつけてください。続いて航空会社ごとのデメリットメリットをご紹介したいと思います。これは実際に私が韓国に行く時に乗ってみた感想や個人的な見解もあるので、ご参考程度にお聞きください。まず1つ目はチェジュ航空です。韓国に行く際に格安航空機を探していくと、まず一番にチェジュ航空が上がってくると思います。韓国国内でも最も低価格帯の LCC の一つで、キャンペーンが頻繁に行われているので、かなり安いセールの時が多いです。メリットは日本と韓国につなぐ路線が多いので、かなり利便性が高いのと、あとセルフチェックインなど予約する際や搭乗券の発行なども簡単にできるのが良かったです。またチェジュ航空を利用してインチョン空港から日本に帰る際は、こうやってセルフバックドロップができるので、チェジュ航空に乗ったら自分で荷物を預けることができます。通常だったら預け荷物は 15kg なんですが、こうやってセルフで預けた場合は追加で 2kg 多く預けることができるので、たくさん荷物を預けたい方はセルフで利用することができるのがいいですね。チェジュ空港だけでなく、エアプサンやエアソウル、LCC ではないんですが、大韓航空もセルフのドロップインができるのですが、預け荷物を追加で 2kg 預けれるのかはわからないので、自分で確認してみてください。デメリットは預け荷物が有料なので、予約する際に預け荷物を含めて追加料金を払わないといけないことです。また関西空港からチェジュ航空を乗る方は第2ターミナルから出発になります。関空の第1ターミナルだったらお店や時間を過ごす場所がたくさんあるので、そんなに出発前も暇ではないのですが、第2ターミナルだとお店がかなり少ないので、時間を過ごすのが少し長く感じるかもしれません。チェジュ航空を乗った際に停園があったことは何回かありました。空港にまだ部品が届いていないので30分ぐらい遅れますということや、実際に飛行機に乗ってからも空港内が混雑しているので、飛行機の順番待ちで30分時間がかかっておりますっていうような案内があったりすることがありました。時間通りに到着すると思わずに30分ぐらいゆとりを持って時間を計画した方がいいと思います。2つ目の格安航空車はピーチです。ピーチのメリットは日本発着に特化していて、関西空港に乗る方だったら韓国への路線が豊富でかなり多いですね。で、運賃がかなり安いので、キャンペーンでの運賃などがあったら結構安く予約することができます。あと日本の方に特に嬉しいのは、ピーチは日本の LCC なので言語の壁がないことですね。実際に相談する時や何かを頼む時も日本語で聞くことができるので安心できます。またピーチの預け荷物は 20kg なので、荷物が多い方には特にいいですね。ピーチのデメリットは手荷物制限がかなり厳しいことです。これは本当に私も実際にピーチを利用してて、通常だとリュックと手荷物を持ってたら手荷物だけを測ることが多いんですけれども、ピーチに乗った時はリュックサックの重さと手荷物の重さどっちもしっかり測って 10kg を超えてしまったらダメという風に制限がかかっていたので、かなり手荷物の許容量が少なくて追加料金が発生しやすいなという風に思いました。あとピーチも関西空港の第2ターミナルから出発になるので、少しお店が少ないので待ち時間が大変でした。お次はジンエアです。ジンエアのメリットは無料の手荷物許容量が多いことです。まず預け荷物 15kg と手荷物 10kg が無料で利用可能なのが一番良かったですね。
荷物がかなり多くなるので、こういうところは特に良かったと思います。ジンエアは大韓航空の子会社なので、少し普通の LCC に比べては運航のスケジュールがかなり安定していることが良かった点ですね。デメリットは少し価格が他の LCC と比べると高い場合が多かったということと、ジンエアはインチョン空港の場合第2ターミナルに到着するので、インチョン空港から韓国から日本に帰る際には少し時間がかかるということですね。今回韓国から日本に帰る際にジンエアだったので第2ターミナルで降りないといけなかったんですが、リムジンバスで第1ターミナルから第2ターミナルまでだいたい15分ぐらいかかったので、少し遠いなというふうに思いました。最後はエアソウルエアプサンです。エアソウルエアプサンはアシアナ系列の LCC で、格安航空券を探している時にかなり多く出てくる航空会社ですね。エアプサンに実際に乗ってみたのですが、エアプサンに乗った時はかなり客室乗務員の方もフレンドリーな感じで対応が良かったのと、あとここのコンセントが座席下のところにあったので、充電をしながら飛行機を乗ることができるということはかなりメリットでした。デメリットは庭園がかなり多くあったことですね。エアプサンに乗った際にも 2,3 回ぐらい庭園があったので、いつも時間が遅れる印象でした。チャンネル登録よろしくね。今回紹介した会社以外にも格安航空会社はたくさんあると思いますが、韓国に行く際によく使われるのはこのような航空会社の飛行機なので、ぜひ韓国旅行に行く際にはご参考にしてみてください。実際にどの航空会社もメリットデメリットがあるので、自分の旅行スタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。実際に私も韓国旅行を計画する際に荷物の多さや料金、乗る日の日程などに合わせて選んでいます。ぜひ視聴者さんのおすすめの航空会社や体験談などがあればコメント欄で教えてください。この動画が参考になったと思ったらチャンネル登録、いいねお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてアラームをつけるとライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行やプサン旅行など動画まとめで見ると分かりやすいので、ぜひチェックしてみてください。Yahoo ニュースも書いています。Yahoo ニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイクラ U のメンバーになると過去のライブを見ることができたり、 Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイクレ U から YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は iPurpleU メンバー登録の上 Instagram のリゲもお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバイ。